皆さんどうもこんにちは、大之助です。美味しそうなケーキをかぶった女の子。今回はダークファンタジーテイストが秀逸な絵師、桐ヶ谷誠さんとのハロウィンコラボになります。この絵がどのようにできていくのかを見ていきましょう。またそれと同時にリアルな絵を描く手順、そして絵の密度を一定にする方法をお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。こちら側でケーキの作画工程、こちら側でコラボの絵ができていく様子をご覧いただきます。女の子の具体的な作画の解説は桐ヶ谷さんのチャンネルで見れますよ。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。大之助のチャンネルではケーキの作画解説をします。その手順はこちら。リアルな絵をどのように描くのか、この手順に沿って説明します。まずは下書きから描いています。私は iPad を使ってフレスコで描いています。ブラシは鉛筆、赤い色で描いています。下書きをする目的は形を正確に撮ること。素材写真を見ながら描いています。いつもは同じ画面上に素材写真を載せています。でも今回はスペースの関係で載せていません。基本的に私は写真を完全模写します。ご覧のように細切れの線でカクカクと描いています。私はいつもこの描き方をするんですが、これをカクカク描きと呼んでいます。まあ見た目はかっこよくないんですが、形がしっかりと撮れれば大丈夫。さあ、コラボの絵はどうなったでしょうか。おー、なるほど。絵の描き方が全く違うので面白い。線画の工程に入りました。ブラシは鉛筆、黒で描いています。下書きレイヤーの不透明度を下げて、上に新しいレイヤーを乗せて描いています。線画を描く目的はガイドラインにすること。このガイドラインがあることで、この先の作業で形や塗り分けラインについて悩みません。作画の最後まで使いますが、絵を描き終えたらいらなくなります。私が描く線画はいわゆる輪郭線ではありません。なので見せるための線の強弱やラインの美しさはいらないんです。その代わり一定の線の太さで描く必要があります。ではコラボの絵の進捗を見てみましょう。おお、進みましたね。私の絵はまだ白黒だけど、桐ヶ谷さんの絵はずっとカラーのまま進んでいるんですね。この進捗見ていて楽しいな。背景を塗ってケーキ本体の下塗りを始めました。背景に使ったブラシは油彩丸筆、ケーキの下塗りはマーカーで塗っています。下塗りをする目的は色のトーンを決めること。ここで色のトーンを決めると、この先の作業がとても効率的になります。この先細かく書き込んでいくわけですが、その時の色選びにとっても役立つんですね。明るい色、暗い色、色相が少し違う色などは下塗りの色を基準に、そこからシフトさせればいいんです。さあ、コラボの絵はどうなったでしょうか。ケーキにも色がついたので一気に雰囲気が出てきましたね。桐ヶ谷さんのチャンネルでは様々な絵の手法や具体的な描き方を解説しています。ライブ配信もされているので、ぜひ一度訪れてみてください。最後の工程、書き込みを始めました。ブラシは鉛筆、色を変えながら書き込んでいます。私は作画作業のほぼ9割をこの鉛筆で書き上げます。いろいろなブラシを試した結果、今このスタイルになっています。私にとっては鉛筆は紙ブラシです。優しく描いていろいろな色を重ねたり、強く塗ってソリッドな面を作ったり、大きな面を塗るのにはあまり向いていませんが、これ1本あれば大概の絵を描くことができます。ではコラボの絵を見てみましょう。桐ヶ谷さんの女の子もだいぶ進みましたね。私と違って全体的に進化していくんですね。なるほど。一方私は部分的に仕上げていくスタイル。
全体的にまんべんなく描いていくのではなく、部分部分で仕上げていきます。書き込みを始めると、まず最初に一部分を書き切ってしまいます。今回で言うと、最初にここを仕上げました。そこで絵全体の密度を決めるんですね。なぜ最初に絵の密度を決める必要があるのでしょうか。それは絵がリアルに見えるラインを見極めるためです。絵は細かく描けば描くほど情報量が詰まっていってリアルになっていきます。つまり密度があるほど本物に近づくわけです。しかし、ある一定以上の密度になると人の目は細部を認識しづらくなります。細かすぎてもあまり意味はないんですね。それに描けば描くほど時間が無限にかかります。要するに描きすぎ注意なんです。描きすぎていないけどリアルに見える。その境界線を最初に見極めます。その密度を全体に展開していくわけですが、ばらつきが出てはいけません。ここはすごく密度が濃いのに、ここは薄い。なんてことになったら、絵がちぐはぐになりますよね。それを防ぐために、私が用いる方法は2つ。まずは、ペン先の太さを一定にすること。ペン先は細ければ細いほど細かく描けちゃいます。なので、ペン先は太さを変えません。具体的には、基本8ポイントで固定しています。それから、画面の拡大率を一定にすること。画面も大きくすればするほど細かく描けてしまいます。なので、これ以上大きくしないという値を決めています。具体的には、基本 130% 以上には拡大しません。こうして最初に決めた密度をそのまま他に展開できるようにしています。絵の密度を一定にする方法、良ければ参考にしてください。ということで、ケーキの絵ができました。書き込みすぎないようにバランスをとって描き上げました。でもちゃんとリアルに見えますね。それではコラボの絵の完成を見ましょう。絵全体のバランスを取るためにケーキの情報量を調整しました。絵を描いているとたまに変な思い込みにとらわれてしまいます。それは絵は一人で孤独に黙々と描くものだということです。でも今回チームで共同作業をしてみたら全く想像しなかった世界が広がりました。この絵のタイトルはおかしな魔女。とっても楽しいコラボレーションでした。桐ヶ谷さんの方の動画もぜひチェックしてくださいね。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ここでお知らせです。タイノスケ Adobe Max 2022に出演します。Adobe Max とは Adobe が主催する世界中のクリエイターのための祭典です。Adobe の製品紹介や各種セッションが多数行われる世界同時開催のイベント。そこで私はフレスコのエキスパートとして日本のセッションに登壇します。初心者の方でも分かりやすくて楽しいセッションを準備しようと思いますので、皆さんぜひご参加ください。日本ではオンラインで開催されます。イベントの日時は10月19日と20日。私の登壇は19日午後の予定です。頑張ります。